皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もう12月ですね。2025年もあと1ヶ月となりましたが、皆さんは冬休みはありますか？ある場合は年末の旅行プランなどありますか？日本はクリスマスぐらいまではみんな仕事をしていますが、年末といって1年の終わりと年始という1年の初めですね。12月の最後と1月の初めはお休みの方が多いです。で、皆さんはどうですかね？冬休みがあったら何かプランはありますか？でですね、今回は長野県について話していこうと思います。で、なぜ長野県って思うと思うんですけど、長野県はね、冬すごく魅力的で、個人的には冬の旅行先にぴったりなんじゃないかなと思いました。で、皆さんにも機会があればぜひ行ってみてほしい場所なので、今回は長野県についてお話ししていこうと思います。本当は一番最初は冬の旅行先というテーマで、日本全国にある冬におすすめしたい、旅行先、旅行スポットについて話そうと思っていました。で、それについて話そうと思っていろいろ調べていたんですね。じゃあ長野県にあるスポットがたくさん出てきて、じゃあもう長野県一箇所に絞ってやった方が分かりやすいかなと思って、それで今回は長野県というテーマでやっていこうと思います。で、長野県について話していこうと思うんですが、私はまだ実際は行ったことがないです。もしね、私が赤ちゃんの時、1歳とか2歳の時に行ったことがあるなら、わからないですけど、私の記憶上はね、長野県には行ったことがないです。なので私が個人的に行ってみて、ここが良かったよっていうおすすめスポットはまだないんですが、私が今一番行きたいところでもあるし、皆さんにもぜひ行ってみてほしいなって、行ったことがあるなら感想を教えてほしいなって思う場所なので、今回はね、長野県の冬のスポット、冬のおすすめスポットについてお話ししていこうと思います。で、もし行ったことがあるよっていう方はね、もう皆さんの方が詳しいかもしれないので、このエピソードは日本語のリスニング練習として聞いてもらえればなと思います。行ったことがない方は、へえ、そんな場所もあるんだという感じで、時間があったら、機会があれば行ってみようかなというふうに聞いてもらえればなと思います。では、まずは長野県の基本情報から話していこうと思います。まず皆さん、長野県はどこにあるか知っていますか？皆さん、東京の場所と大阪の場所わかりますか？で、だいたいその真ん中ら辺にあります。そして、東京からだとだいたい新幹線で1時間20分ほどで行ける場所にあります。東京から長野県まで車だと3時間とか、行く場所によっては4時間ぐらいかかる場所もあると思います。で、そんな東京と大阪の真ん中ら辺に位置しているのが長野県です。で、特徴が2つあるんですが、1つ目は長野県の8割が山ということです。なので本当に山に囲まれた大自然の場所です。で、もう一つは海がないことです。山はあって海がない場所。それが長野県なんですけど、日本には、47個の都道府県があります。都道府県っていうのは、さっきも言ったように英語で言う prefecture です。一個一個の市、シティよりもちょっと大きいカテゴリーで prefecture というのがあるんですけど、日本にはそれを、都道府県と言います。その都道府県が47個日本にはあります。で、その47個のうち8個だけ海に面していないんです。その8個のうちの1つが長野県です。なので、海とは無縁の山に囲まれた自然豊かな場所が長野県です。なので山が好き、登山が好き、ハイキング好き
山の絶景を見るのが好きっていう方はね、もう今すぐ行ってくださいって言いたいぐらい、もうすっごい美しい自然が集まった場所です。それが基本情報かなと思います。で、私は行ったことがないんですけど、その理由の一つは、大阪からだと、関西のエリアからだと少し遠いです。車だとだいたい5時間とか6時間かかります。東京からだと3時間ぐらいで行けるんですが、大阪とか関西エリアからだと5時間ぐらいかかるので、遠いなっていう印象があります。実際、大阪から東京だと新幹線で2時間半ぐらいで行けるんですが、飛行機だと1時間ぐらいで行けるんですけど、長野県に行こうと思うと大阪から新幹線はないんですよ。この間の新幹線がなくて、普通の電車に乗るか、車で行くかバスで行くかになって、もうめちゃめちゃ遠いです。なので長野県はね、私からしたら身近な場所ではないんですけど、だからこそ、行けてないからこそ、ずっと行ってみたいなっていう場所です。ではですね、なぜ冬の長野県がおすすめなのかということなんですけど、まず雪がたくさん降ります。もう一面真っ白、白銀の世界という表現があるんですけど、本当に一面真っ白になるぐらい雪がたくさん降って、最低気温だとマイナス20度ぐらいまで下がる場所もあります。そのぐらいめちゃめちゃ寒くて雪が大量に降る場所が長野県なんです。で、この雪が降ったらただ寒いだけじゃんとか、雪かきたくさんせなあかんやんっていうね、ネガティブなことも思いつくんですけど、山がたくさんあるところに雪がたくさん降るってことは、もうそれだけ絶景があるっていうことになります。なのでね、私がおすすめしたいスポットがあるので、それをね、今から話していこうかなと思います。全部で5つおすすめスポット、絶景、場所っていうのがあるので、今から5つ話していこうと思います。私もまだ実際には行ったことがなくて、とっても行ってみたい、見に行ってみたいっていう場所なので、もし行ったことがある方はね、皆さんの感想とか、こういうとこが良かったよ、こういうとこがあんまりだったよみたいなのがね、あったらコメントで教えてほしいです。ではですね、まず1つ目のおすすめスポットなんですけど、それは千畳敷カールと呼ばれる場所です。ここは氷河が削られてできた場所になります。で、春、夏、秋、冬、どの季節に行っても、その季節ごとの顔があって、その季節ごとの風景があって、とっても美しいんですけど、冬の雪景色もとっても美しいなと私は思います。私は普段雪が降る地域に住んでいないからこそ、なんか雪に対する憧れとか、雪の写真を見て、うわ、綺麗だなって思う気持ちが多分人一倍強いと思います。なのでね、もうどの写真を見ても綺麗なんですけど、冬の写真もとっても綺麗だなって思います。ここは春夏秋は本格的なハイキングというか登山ができるんですが、冬もね、登山はできます。でも冬だと難易度が一気に上がって、登山するのが難しくなります。その理由はもちろん雪がたくさん降るので、ただ普通の服を着ていくことはできないです。すっごい装備をちゃんとして雪山の登山ができるその準備をね、していかないといけないので、なのでちょっと難易度が上がるので、私もこの冬の登山をお勧めするわけではないですが、ここにはね、ロープウェイに乗って行くことができます。なので、そのロープウェイに乗って山の景色を楽しんだり、ロープウェイに乗って着いた頂上でちょっと景色を楽しむっていうのがね、いいんじゃないかなと思ったので、お勧めしたいです。雪山登山をしたいって人も行くことができるし、ただ景色を楽しみたいだけでも、ロープウェイに乗っていくことができるので、おすすめです。富士山みたいな山が一つだけある場所ではなくて、こう山が連なっている、たくさんある場所になります。で、そこに雪がたくさん積もって、素晴らしい景色を見ることができます。で、普段雪たくさん見るよ、山の近くに住んでるよっていう方はね、そんなにめちゃめちゃ珍しい景色でもないかもしれないですけど、私みたいな雪の降らない
地域に住んでいる人だったり、普段都会に住んでいて山とは無縁っていう人はね、一度ぜひ行ってみてほしいです。注意点が1個あるんですが、それは、バスとね、ロープウェイに乗って、この景色を見に行くことができるんですけど、バスとロープウェイの本数があまり多くないらしいです。なので事前に前もって調べて、ちゃんと予定を立てていくっていうのをお勧めします。では次です。次のおすすめは松本城というお城になります。キャッスルです。お城ですね。ここもとっても綺麗だと思うので、おすすめしたいです。日本にはお城がたくさんあります。たくさんあるんですけど、このお城は結構特別なお城になります。でその理由なんですけど、松本城というお城は、現在もその作られた時のまま、当時のまま残っている数少ない現存天守という、お城になります。で、日本の国宝に指定されています。国宝っていうのは国の宝で国宝なんですけど、それに指定されているお城です。当時のまま、昔のまま残っているお城ってことなんですけど、どのぐらい前に完成したのって思うと思うんですけど、それはだいたい1600年頃と言われています。なので今から、425年ぐらい前、420年ぐらい前に完成したんじゃないかと言われています。で、日本には昔も今もたくさんお城があるんですけど、そのお城の多くは火事で焼けたり何かがいろいろあってね、昔の状態を保つことはできていないものが多いです。新しく建て直されたり、昔の姿は残っていない、ほとんど残っていないっていうお城もたくさんあるんですが、松本城というお城は昔のまま、そのまま残っている数少ないお城なので、皆さんにもね、ぜひ、日本のお城とはどんなものかっていうのをね、知るために行ってみてほしいです。で、昔のお城のまま残っているものは日本には12個あるんですけど、その中でもちょっとスタイルが違うのが松本城です。で、それは松本城のお城の壁が黒いんですよ。普通のお城は白色を使っていて、屋根がちょっと黒くて壁が白っていうお城なんですけど、長野県にある松本城というお城は屋根も黒いし、壁も黒いです。で、そこに冬に行くと雪が降って、真っ白い雪が積もって、お城の黒と雪の白のコントラストがね、すっごく美しいです。なので、もちろん、どの季節に行ってもいいと思うんですけど、冬に行くと白と黒のコントラストが楽しめて、お城がより一層際立ってる、目立ってるものになるかなと思うので、ぜひ行ってみてください。では次は、地獄谷野猿公園という場所です。なんか発音とか漢字からしてすごく難しそう、何この場所って思う方もいるかもしれないんですけど、ここはですね、野生の猿が温泉に浸かるところを、見ることができる場所になります。皆さんも見たことないですかね？ YouTube の動画とかで、猿が温泉に浸かっているっていう動画見たことありますか？で、この地獄谷野猿公園というところでは実際にその光景を見ることができます。でも、そこに来る猿っていうのは野生です。動物園みたいに飼育員さんがいて、お世話をしてっていう猿ではなくて、本当に実際に山に住んでいる、その辺に住んでいる野生の猿なので、猿がいる時もあるし、いない時もあるみたいです。でも冬の寒い時はね、猿もさすがにあかん、寒いってなって、温泉に浸かりに来るみたいです。その光景を楽しむことができるのが、ここ、地獄谷野猿公園になります。で、私もなんかいろいろ動画とか探して見てみたんですけど、めっちゃ可愛いというか、すごく癒される雰囲気もあるんですけど、観光客の方もものすごく多いなって思ったので、そのうまく写真が撮れるか、いい感じのね、風景を楽しめるかって言われたら、行ってみないとわからないっていうのが正直な感想ではあるんですけど、動物が好きな方、日本の温泉とその猿っていう
このコンビネーション、珍しい組み合わせを実際生で見てみたいっていう人にはめっちゃおすすめです。で、なんかすっごく遠目から眺めることができるっていうわけではなくて、結構近く、本当に目の前に温泉があって、その温泉に猿が浸かってるっていう光景を楽しめるので、なかなか見れない面白い光景なんじゃないかなと思います。で、これはもちろん冬にしか見ることができないので、冬に長野県に行く方はぜひここに行ってみることをお勧めします。では次は白糸の滝というのをお勧めしたいです。白糸の滝がある軽井沢は避暑地で有名です。なので夏に行く人も多いんじゃないって思うんですけど、冬にも雪が積もって美しい風景、光景が見られるので、私は冬もおすすめだなと思います。で、皆さんは滝と聞くとどんな滝を想像しますか？落差が高い滝を想像するかもしれないし、またはなんかナイアガラの滝みたいな、もうすっごく大きい、水の量もたくさんある、とにかく迫力が大きい滝を想像する人もいるかもしれないんですけど、そういうのを想像するとちょっと違います。この白糸の滝っていうのは、こうなんか湾曲って言って、カーブしています。滝が流れる場所がカーブしていて、少しずつ流れている感じです。迫力っていうよりも癒しです。この滝には癒しっていう言葉が合うと思います。そんな感じで、この迫力を求めて滝に行く方はちょっと違うんですけど、自然で癒されたいっていう方はね、もうめちゃめちゃおすすめです。で、この湾曲してるところに水が流れているっていうその美しさと癒しっていうのがあると思うんですけど、もう一つは流れてきている水が6年前の水ということです。で、どういうことって思いますよね。それは私も本当に思いました。これは私も調べて知ったんですけど、白糸の滝がある浅間山に降った雨や雪が地下に浸透していって、火山灰や溶岩層を通ってろ過されて、そのろ過された水が白糸の滝となって出てきます。で、ろ過っていうのは水をきれいにする過程のことです。水をろ過するというと、水に含まれる汚れや不純物を取り除いてきれいにするという意味になります。自然が作り出したろ過システム、いろんな、溶岩層とかがあって、そこをね、水が通って滝となって出てくるんですけど、その過程、ろ過の過程が6年かかるみたいです。で、6年前に降った雪とか雨が、6年間かけてきれいにろ過されて滝となって流れてくるみたいです。で、これは自然のろ過システムなので、常にね、1年間を通して一定の、水量、一定の水が流れてきてるみたいです。なので、皆さんが見に行った時に見る滝の水っていうのは6年前の水です。6年前に降った雨とか雪が今流れてきているっていう不思議な空間です。6年前ってどうやってわかるんっていうことなんですけど、その流れてきた水を実際いろいろ測ってみたら、なんか酸素の種類、二酸化炭素の種類とか、その水の成分でいつどんな日の雨だったのか、水だったのかっていうのがわかるみたいです。で、それをいろいろね、多分研究者の人たちが研究して、あ、これは6年前の水っていうのが分かったんだと思います。っていう本当になんか不思議な体験ができる場所でもあるし、雪がたくさん降る場所なので、雪と山の自然の美しい風景を楽しむことができるし、白糸の滝という美しいものを楽しめるので、ぜひ行ってみてほしいです。冬に行くとね、すごく寒いと思うんですけど、山に雪が積もった風景と、滝の周りもね、たくさん雪が積もってっていう、なんか心が勝手に綺麗になりそうな、そんな場所だなって思います。もし滝と聞いて大きいとか迫力っていう言葉を思い浮かべた方がいるなら、それとは全く違うものになるので、ぜひね、
この白糸の滝っていうのも体験してみてほしいです。では最後なんですが、最後は、エリアですね。冬に行ってみてほしいっていうエリアがあるんですけど、それは白馬というエリアです。白馬村というところに行ってみてほしいです。白馬というエリアをなぜおすすめするかなんですが、それはスキーとかスノボーが楽しめるエリアだからです。長野県は8割が山って言ったんですけど、その通り8割が山で雪がたくさん降るので、スキーやスノボー、ウィンタースポーツを楽しめる場所っていうのはたくさんあります。もうどこでも大丈夫って感じなんですけど、白馬っていうのは特にその雪の質がいいっていうので有名です。スキーとかスノボー興味ないよっていう方でもね、雪山の絶景を見ることができるので、ただ行くだけでも価値があるなと思います。あと、温泉もとっても有名で、お肌がツルツルになる温泉らしいです。その理由は温泉の水がアルカリ性だからです。アルカリ性の温泉は古い角質や汚れを取り除く洗浄作用があるみたいで、肌にいいとされています。でも洗い流すってことなので、乾燥はしやすいかなと思います。なので元から乾燥肌とか肌が敏感って方はちょっと気をつけた方がいいのと、温泉に浸かった後は、保湿をね、することが大事かなって思います。てな感じで、スキーやスノボーのウィンタースポーツに興味がなくても楽しめるものがあります。で、白馬というエリアは外国人の方にも昔からめちゃめちゃ人気で有名なエリアになります。なので普段スキーとかスノボをするよっていう方はもしかしたら聞いたことがあるかもしれないです。そのぐらい有名だと思うんですけど、外国人の観光客も多いので、英語が話せる方、または中国語とか他の言葉が話せる方もいます。なので、日本の田舎に行ったら英語通じひんのちゃん、まだ日本語完璧じゃないから、怖いって思う方もいるかもしれないですけど、それは安心してください。なので、ここはその景色も有名なんだけど、スキーとかスノーボードを冬にしたいっていう方にはもうめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ一度行ってみてください。私は実際行ったことがないんですけど、私の知り合いでもスキーだったりスノーボードが好きな人は白馬のエリアいいよとかおすすめしている人が多かったので、もしね、スキー、スノボ大好きな方、やりたい、日本でやりたいっていう方はね、ぜひ、長野県の白馬エリア行ってみてください。そして外国人の方も多いので、言語の心配もそこまでいらないかなと思います。では最後にですね、長野県で食べたい料理っていうのを紹介しようかなと思います。長野県で有名な食べ物を3つ紹介して終わろうかなと思います。1つ目はそばです。皆さん、そばは知っていますか？麺だったらラーメンとかパスタとかうどんとかいろいろあると思うんですけど、日本にはそんな感じでそばというのもあります。他の今言ったパスタ、ラーメン、うどんは全部小麦粉からできていますよね。ですが、そばはそば粉というものからできています。なので小麦粉ではないです。で、このそばがなぜ有名かというと、長野県は昼が暖かくて夜が寒いっていう寒暖差が大きい気温だったり、全体的に寒い気温なので、それがそば作りに適した気候みたいです。なので、そばがね、昔からよく育てられて有名になったっていうのがあります。で、そば有名なので、皆さんもね、行ったらぜひ食べてみてほしいです。そばも冷たいそばと温かいそばっていうのがあるので、冬はね、温かいそばを食べてみるのもいいと思いますし、外が寒いからこそ、建物の中とかレストランの中っていうのはめっちゃ暖かくしていると思います。暖房をガンガンに効かせている場所もあると思うので、逆に、うわ、暑ってちょっと汗かいてきたってなるかもしれないので、冷たいそばを食べるっていうのもありだと思います。あとね、行く場所によっても違うと思うんですけど、ただのそばではなくて、そばの上に天ぷらが乗った天ぷらそばっていうのもあるし、とろろっていうすごくネバネバした白いものがあるんですけど、それが乗ったとろろそばっていうのも私はめちゃめちゃ好きなんですけど、そういうちょっとなんか一品加えたそばっていうのもあるので、試してみてほしいなと思います。で、次はおやきという食べ物です。
おやきっていうのは私は多分食べたことがないんですけど、長野県でめちゃめちゃ有名っていうのは聞いたことがあります。で、おやきっていうのは小麦粉とか米とかですね、そういう粉を練った生地の中に野菜とかいろんな具材を詰め込んで、焼いた長野県を代表するソウルフードみたいです。で、これは本当に昔からある長野県で食べられている食べ物みたいです。で、基本的にはその生地の中に、野菜系、ちょっとおかずが詰め込まれたものがあるんですけど、あんこだったりクリームチーズとかスイーツ系のおやきもあるみたいです。ちょっと小腹が空いたから何か食べたいっていう時に、このおやきっていうのをぜひ食べてみてください。甘いもの苦手っていう方はおかず系のものもあるし、ちょっとご飯食べたから次甘いもん欲しいなっていう時はね、あんことか、そういうスイーツ系を楽しんでみてほしいです。では最後のおすすめの食べ物なんですが、それは信州牛という牛肉です。有名なブランドの牛肉です。皆さんが多分全員が知っているであろう牛肉だったら神戸牛とか松坂牛とかいろいろあると思うんですけど、そんな感じで有名な牛肉があります。で、それが信州牛という、有名なね、ものがあります。なので、長野県に行って、あ、もうなんかいっぱい歩いたから疲れた、スキー、スノボを楽しんでめっちゃ疲れたから、がっつり夜ご飯を食べたいっていう時はね、信州牛のステーキとか、信州牛のすき焼きなどを楽しんでみてほしいです。まあ、ブランド牛なのでもちろん高いです。でもちょっと奮発して何か美味しいもの食べたいってなったら、この信州牛をね、ぜひ食べてみてほしいです。今回は長野県についてお話ししてみました。皆さん、冬の長野県に行ってみたくなりましたか？冬で雪が本当に大量に降ってマイナス20度ぐらいまで、本当に寒い時はマイナス20度ぐらいまでなってしまう長野県なので、雪大嫌いっていう方にはね、おすすめはできないんですが、雪の景色見てみたいなとか、都会じゃなくて何か田舎で冬おすすめな場所ないっていう、そう探していた、思っていたっていう方はぜひ長野県を視野に入れてみるといいのではないかなと思います。行く場所によりますが、そこまで遠い、もうすっごい遠く離れた場所というわけではないので、ぜひね、行ってみてほしいです。あと私が本当に行きたいからこそこのエピソードを作ったっていうのもあります。美しい山の絶景、雪景色を楽しめるし、歴史あるスポットもあるし、美味しい食べ物もあるし、あと冬なら何と言ったってスキー、スノボーが楽しめる雪の質がいい場所でもあるので、もうそれが全部楽しめるところかなと思います。アクティブに動きたい人も温泉に浸かって日々の疲れを癒したい人も全ての人におすすめしたい旅行先です。私はまだ行ったことがないので、全て調べてとか人から聞いた情報で話してみたんですけど、実際行ったことがあるという方がいましたら、ぜひ皆さんのおすすめとか、皆さんの感想をね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも長く聞き続けたいと思う方がいましたら、ぜひメンバーシップの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。2025年あとちょっとになりましたが、もう少し、そして来年もね、引き続きずっとポッドキャストをやっていこうと思うので、応援していただけると嬉しいです。そして本当にありがとうございます。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり、皆さん本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。